ニジプロ2の10話が放送され最終メンバーが決定しました。まさかの結果にファンを追われ、ニジプロ2がついに最終回を迎えました。ファイナルステージのリアクションと個人的な感想、最終順位とデビューメンバーのお話をしていくのですが、いやーこれは波乱の最終回でしたね。第9話ではスペシャル審査員としてストレイキッズのプロデュースグループスリーラチャのハン、チャンビン、バンちゃんが駆けつけてくれました。ハンの美女爆発してるやん。セミファイナルステージとしてハルチームとトモヤチームがそれぞれのチームに与えられたオリジナル曲で対決。スリーラチャを虜にした参加者にも注目が集まりました。9話のレポと個人的な感想はこちらでご紹介しています。では早速ファイナルステージのリアクションからしていきたいと思います。ファイナルステージは両チームが同じ曲で対決。シーズン1の同じ曲対決が縄跳びダンス旋風を巻き起こしたメイクユーハッピーでした。ニジプロ2の同じ曲対決の曲名はミラクル。曲を作った J.Y. パークによると、第9話でトモヤチームが披露した Because of You は先が見えない不安な状況で一筋の光だったあなたの存在に感謝する曲。ハルチームのホワットエバー、ウェネバーはそんなあなたのためなら何でもできるという強い意志が込められた曲。今回両チームが披露するミラクルは奇跡のような出会い、その瞬間の気持ちを込めた曲で、3曲を通じて驚くべき美しい出会いを表現しているとのこと。そんなミラクルをトモヤチームが先に披露したのですが、まず曲がいい。 J.Y. パークさんやっぱやるやん。ステージが終わるとバンちゃんが驚きました。まず曲がめっちゃいいですねと関西弁かましちゃうくらいに曲がキャッチーだし、ダンスも K-POP らしいシンクロをしっかり見れるかっこいい振り付けになっていました。一点不思議なのが Because of You と What Ever、 Whenever は韓国語曲、ミラクルは日本語曲だったんですよね。これにはもしかしてニジプロ2が終わると日本デビューと同時くらいに韓国デビューもするのではないかと予想もされています。ニジプロから誕生したNiziUが今年念願の韓国デビューを果たしたので、ニジ男子も先輩が切り開いてくれた道に続くのでしょうか。ではトモヤチームのミラクルですが、4人とも輝いてました。9話でスリーラチャを魅了したユウキくんですが、全て乗り越えた後、君に伝えよう I love you の勇気がアイドルすぎて忘れられない。セイタはいつも安定しているし、強いチームにいたので悪くないけど特別目立ちはしない位置にいた感じがしますが、今回のセイタは心からこの曲をこのメンバーと披露することを楽しんでいる感じが見えたというか、なんだか目を引く魅力を放っていた気がしました。前回チャンビンとバンちゃんがプロのように見えたと絶賛されたユウヒがパフォーマンスの中核をしっかり支えつつ、パフォーマートモヤがステージを掌握。でもリーダートモヤも輝いていてメンバーをまとめている感じ。トモヤチームのミラクルにスリーラチャは何度もフォーと歓声を上げており、ステージが終わるとハンなんて頭の上で大きな拍手。気になる審査は、バンちゃんはもうなんやねん、驚きました。隙のないパフォーマンスで本当に上手でした。特に目がいった参加者はセイタくん。さっきに比べてもっと自然に見えました。そしてハンからのコメントが胸熱。僕たちストレイキッズもこういうサバイバル番組から誕生したじゃないですか。だから今皆さんが立っているその場所がどれだけ怖くて恐ろしいか、その気持ちがよくわかりますが、その中で感じられるときめき、ステージに立っている喜び、その時のことを思い出しました。皆さんで足を踏む振り付けで、ともやくんが笑いながらメンバーを見ているのを見ました。なぜともやくんがリーダーなのかが分かったステージでした。オーディションの厳しさを身をもって知っている先輩だからこそ、ともやチームに称賛と愛を込めたコメント、感慨深いです。 J.Y. パークの評価は、前回のステージで指摘した部分がたった30分で全て消えたと驚いた。僕もストレイキッズも自分のステージをたくさん披露して、他の歌手のステージもたくさん見てきたよね。スリーラチャはよほどのことがなければ歓声を上げないです。
僕もところどころ鳥肌が立つ箇所があったんですが、スリーラチャがわーと言った瞬間と同じでした。まさにサビが始まる前と J.Y. パークが言うとハンがそれそれと言わんばかりに踊り出しました。ハンくん今回めっちゃいいリアクションしてくれるし、カメラさんもめっちゃハンくん抜いてくれる。感謝。続いて春チームのミラクルリアクション。 J.Y. パークが9話で二次プロジェクトの主人公はケンくんだと思いますと言っていて、確かにケンの伸び率はすごいけどユウだってすごいし、パークさんケンビーキさすがに強めじゃねと感じていましたが、今回確かにケンは主人公だと思わせるステージでした。そして春は冒頭で後ろを向いている姿からもうこの人がリーダーなんだなとわかる。モーシュは二次プロ2を追いかけるたびに春の沼に引きずり込まれていってます。ゆうくんは二次プロの前に他事務所のオーディションを落ちた経験があり、歌もダンスも基本が全然ダメ。他事務所を落ちた理由が正直わかると J.Y. パークから言われていた参加者でしたが、今やグループの高音担当。感慨深いよ。もう言うなしでは生きれない。春チームはエイジとミラクがいるので、やっぱりともやチームよりラップが光っていたなと感じました。でも同じ曲対決、高校不利じゃない。先行だと曲を初めて聴くのでいい曲だという感動がプラスされますが、高校の春チームは高校のともやチームと比較されるのはもちろん、曲とダンスをすでに知っているので冷静に審査の目で見れるというか、スリーラチャも今回は歓声を上げずじっくり見ていて、ハンはかなり緊張しているように見えました。こういう曲は心から楽しんでいるということが表情から見せないといけないんですが、顔がみんな硬すぎるしいろんなことを考えすぎているように見えました。チャンビンはともやチームは4人で春チームは5人なのに4人のチームより隙間が多く見えました。春くんが安定的に支えていたけど、春くんが前に出てくる時だけ安心感を感じましたとスリーラチャから酷評が続く中、ストレイキッズのリーダーバンちゃんは緊張しないようにと考えすぎちゃうのは仕方ないと思います。だけど褒めてあげたい部分は先にともやチームを見たけど同じ曲だけど違う魅力を見せてくれたところ、全体的に男らしさがあって同じ曲だけどこういう感じも出せるんだと思いました。バンちゃんありがとうを J.Y. パークの評価は、まず僕とスリーラチャから歓声が出なかったことが全てを物語っているようですといい5人の動きが合っていなかったと指摘。ミラクには力が足りないのでダンスが残念に見える。歌で何かを見せれたらよかったけど大事なパートで裏声に逃げてしまっていた。エイジにはいつも僕がエイジ君を見るポイントは表現を繊細にできるかです。でも今もそれが少し残念ですと厳しい評価が続き、結果同じ曲対決はともやチームが勝利。春チームとともやチームが1勝1敗の引き分けとなりました。まあこの結果はあまり関係なくて最終の個人順位で全てが決まります。デビューグループの名前は次の世代という意味が込められたネクスジ。20の弟分な感じもあるし、ボーイズっぽさもあるしいい名前ですね。気になる個人順位とネクスジとしてデビューした参加者は一気に行きたいと思います。1位はともや。初めからエースとして二次プロを引っ張ってくれてありがとう。コメントでは参加者を見てみんなのおかげで頑張れたけんさと方言が出てしまうほどに感極まる姿に感動しました。2位は春。1位を2回獲得したサバイバル番組史に残るレジェンド。日本合宿の時から韓国合宿にかけて美女も磨きがかかりまくってますので、韓国人気も春くんで取りに行ってほしいです。3位がゆうき。7位や8位をさまよっていたゆうきが3位でデビュー。ゆうきくんも美女やばなっとるもん。なんでこんなにヤバくなったのと思いきや、どうやら日本合宿の時よりも身長が10センチも伸びたそうです。美少年が美青年に、天使の歌声とそのフェミニンな魅力で活躍してね。4位はケン。虹の奇跡と言われてきたケンが実力でその言葉を証明しました。ケンは12位という最下位で韓国合宿メンバーにギリギリ選ばれ、
ケン本人も周りとの実力の差に不安を抱え一人で涙を流すシーンもありました。ケンの努力と JYP の育成システムで実力が伸びたのはもちろんのこと、何よりケンのメンタルを支えてくれた参加者の存在が大きかったのではないでしょうか。ともケンのケミがこれからも見れるということで幸せです。5位はユウは美女がまずいいのでファン拡大の入り口としてユウから入ってくるファンがたくさんいそう。6位はユウヒ。ネクスジのマンネはユウヒに決定。本当にオールラウンダー。ネクスジの黄金マンネ。7位はセイタ。心優しいセイタ。デビュー後もグループをつなぐ接着剤になってほしい。そしてなんとデビューメンバーは7人で最終。ミラクとエイジが脱落という結果でした。マジですか？7人くらいかと予想はしていましたが、JY パークが希望は9人だと言っていたので9人でデビューできるかと思いきや、個人的にはセミファイナルとファイナルでミータンすごいなと思いました。ラップ、ボーカル、爽やかな曲からかっこいい曲、ストレイキッズの S クラスという独特な色が強い曲もこなしており、ミータンカメレオンじゃんと期待の参加者でしたが、そして何より驚いたのはエイジの脱落。エイジはオーディションからエースだと言われ、ダンスレベルテストで1位と注目度も高かった参加者で、ファンも多く、エイジペンさん強火で9話で、主人公になれてなかったという評価にはエイジペンさん荒れていましたね。エイジペンさんメンタル大丈夫ですか？やっぱり最終回って何が起きるかわからない。これぞサバイバル番組ですね。皆さんの個人的な感想もお待ちしております。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。